こんばんは。今日はちょっと遅くなっちゃいましたね。なんだかバタバタしてたんでちょっと遅くなっちゃいました。今日も暑いです。めちゃくちゃ暑い。雨がね、昨日ちょっと昨日一昨日小太郎さんこんばんは。ナバルさんにもこんばんはって言ったのにごめんなさい、名前も言わなかった。ナバルさん、ナルさんこんばんはです。小太郎さんこんばんは。いつもありがとうございます。今日も暑いですよ。もう全然また雨降らない。この間のちょろっとした雨、あれで終わり。もうムシムシもするし、本気で暑い。もうエアコンつけたいけど我慢してますね。今日も寝るかもですって小太郎さん、ちょいちょいコメントありがとうございます。やっぱり昨日寝てましたね、小太郎さん。もうやっぱなんか最近うちのチャンネルはやっぱり睡眠チャンネルになってきてるかもしれない。ちょっとそんなに眠れるような音楽でもないでしょ。なんで寝るかな、ちょっとよくわからないんだけどね。でもね、この間自分の動画をちょっと見て、なんか何言ってるかわかんないなっていうのだけは思いましたね。ボリュームがすごい低すぎて、今昨日からちょっとねマイクのボリューム上げてみたんでね、ちょっと聞こえるでしょ。滑舌の問題はね、もう少し我慢しといて、もうね6、7年、8年ぐらい喋れないっていうか喋らないでいると、口も回らなくなっちゃうんですよ。本当に滑舌が本当に悪くなって本当ね、もうちょっとリハビリ中。寝ないでね小太郎さん、まだ早いからね、寝るのまだまだ早いので寝ないでください。いやほんとね、なんだっけな、昨日の動画ね、ちょっと今日びっくりしちゃったんだけど、なんか止まってたのね。止まってたっていう言い方、なんかバッテンがついてたの YouTube からでバッテンって何と思って調べたら、昨日お借りした動画がね、音楽が入ってて、その音楽が著作権に引っかかってて、マジかと思ってそこちょっとカットしちゃったんですけどね。ちょっともう一回見る人には見にくくなってるかもしれないですけど、なんかもうどうにもなんなくて、この BGM いつ聴いてもいい感じ、どれかな。BGM、うちの BGM、 これね私が作ったんですよAI でだけどね。だから著作権どこにもはまらないですね。自分で作れるほど器用じゃないんですけど AI で作りました。だから著作権フリーっていうの、私の著作権なんて言ったらいいのこれ、拾ってくるとまた罰とかつきそうだから。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。そう、拾ってくるフリーのやつこう拾ってきて動画に入れたりするじゃないですか。そうするとハートありがとうございます。小
太郎さんがハートする、なるさんがハートする、ナバルさんはしないな。うねさん隠れてんでしょ、もしかして。違う違う、潜ってんじゃないの。うねさんってそう何話してたっけ。何話してたか真っ白になっちゃったよ。なるさんだからのね、切れてた。あと動画ね、動画切れそうどうしたらいいのか分かんなくなっちゃって切っちゃったんですよ。真っ白、そこの無音にするっていうやり方が分かんなくなっちゃって、前はね音を消したんですよね。著作権が引っかかったりするともう音消すしかないと思って消したんですけど、今日はもう音を消すこともできなくなって、もうここ切るしかないわと思って動画途中で切りましたね。あそこのとこね、初めの方ちょこっとだけだったから、もうくだらない、全部がくだらない話なんですけど、 YouTube の音楽は NG よ。小太郎さんYouTube の音楽は NG よ。 NG なの。なんか拾ってくるとね、意外とダメなの多いですよね。無料とか著作権フリーとか書いてあるのに結局使えないじゃんっていう感じで、バッテン、本当にね今日はちょっとびっくりしたんだけど、バッテンって入ってたから何これと思って、そしたら著作権に引っかかってて、ちょっとそこ普段はね音楽お借りした動画とかの音消してるんだけど、音を昨日入れちゃってたからバンってそこだけダメっていう状態になっちゃってて、っていうか全部がダメになっちゃうね。配信がストップになっちゃうのかな。なんで慌ててちょっと切りましたね。今日はねちょっとねチャランカノアの方とか行ったんですけど、ガラパンとかも行って、チャランカノアの方行ったけど全くね、ダメよ、ダメよ、ダメだよちょっと読みにくかった読めなかったダメよってみんなでダメよ言わないでちゃうね。そうなんかダメみたいなのほんと知らなかったですね。無料動画って書いてあって著作権フリーって書いてあるのに、ああいうのはダメみたいで、でもねほら今の時代 AI っていうものがあるから AI で作った方が早いなと思って AI で作りましたね。短い音楽だとね、こういうYouTube で話してるだけのようなところの BGM ならちょっと簡単に作れる感じだったんでやってみました。で出来上がったのがこれでずっと使ってますね。ずっと変えてないからね。こういう変えないのが眠り動画のあれになるのかもしれないですけどね。今日チャランカノアの方行ってススペの方とかチャランカノアの方に行ったんですけど、本当にね観光客がね全く見ないんですよね。ガラパンってハートありがとうございます。ガラパンとかでも全然見ないし、一体どうなっちゃってんのかなって、飛行機に誰も乗ってないで飛んできてる状態なのかなとかちょっと不思議に思いますよね。どうなってんだろうって。ここまでいないと意外とちょっと不安に
なってくる。ナルさん貸し切りかな、多分貸し切り、プライベートビーチにもなると思いますよ。でもね、ナルさんの泊まるホテルは意外となんだっけ、ネイビーの人が多いから、気をつけてよ、女の子3人で。そう海兵隊っていうのはなんていうの、自衛隊じゃなくてなんていうんだっけ、海兵隊、ネイビー隊、ネイビーの人たちが本当に多いから、女の子3人だとね、ちょっと気をつけてよ、本当に。そうだ、忘れてたよ。そうホテルはねもう最高だと思うんだけど、ビーチとかでね、だから辺のビーチとかでちょっと気をつけてほしいですね。女の子3人ちょっと目立つと思うから。若い女の子なんか本当にいないもん。女の子のグループなんかもうね、全然本気で昼間はね貸し切り状態だと思いますよ。プライベートビーチ状態でも本当人いないから、どう行っても貸し切り状態になれるかもしれない。でワールドリゾートとかも寄ったんだけど、韓国の人もいなかったな今日は。たまたまだから、私の行った時間が中途半端な時間だったから、外にみんな出てる時間帯だったのかなとも思うし、ツアーとかで、マナーハンはなんか見えるけど、遠くにちょっと見えるけど、なんか飛んでるとかそういう雰囲気もなかった。さっき小太郎さん、さっき YouTube でグアムのサシさんがグアムもガラガラガラパンってライブ配信、ガラバンってライブ配信してました。グアムの人もライブ配信してるんだ。グアムのサシさんというんだ。今度見てみよう。ちゃんとあれかな、ライブっていうことは私みたいにこういうんじゃなくて、あれかな、街の中とかライブしてんのかな。グアムも長いこと言ってないけどな。サイパンよりは人がいると思うんだけど、グアムもガラガラなんだ。サシさんってこの間小太郎さんが教えてくれたよね、確か。なんかショップをやってるっていう人だね、そういえば。今思い出した。すぐ忘れるからさ、私。確かそうよね。違ったっけね。グアムもガラガラなんだ。でもね、グアムは毎日飛行機飛んでるし、2本ぐらい飛んでんじゃないかな、毎日。多分。ホテルも多いしね。でもグアムも行くところは結局はタモンの辺が多いじゃない。結局はデューティーフリーのとこ、結局あそこを目指して意外と行くと思うから、あの辺の周りだったらね。そうそうって小太郎さん、やっぱそう、店の名前までは忘れちゃったけど、なんとなくね覚えてましたね。小太郎さん教えてくれたんで、今度見てみますね。グアムで検索すれば大体出てくるんだろうな。今日はね、だから外に行ってて、帰ってくるのもちょっと遅かったのもあって、ご飯食べてからじゃないとライブ配信できないんで、ご飯食べないとねパワーなくなっちゃってね、なんか血圧がねガーンって下がっちゃうんですよ。だからご飯食べてから
ライブ配信はいつもするようにしてるんですけど、そうね、今日ねグアムの小太郎さん、グアムのカレー屋さん毎日インスタ上げてるの。私インスタがわかんない。もうね、腹立つ。インスタってこう上げてて、この人の見たいからと思って見てるじゃない。そうするとこの人の次のを見ようとか思ってピッてやると、指でピッてやると全然違うとこ行って、もう二度と戻れませんでしょあれ。もう同じページには二度と戻れませんよっていう感じのものじゃない、インスタって。なんか自分でもやってみようかなと思ったけど、まあ、私の中ではね、インスタって昔写真って言われてたじゃん。なんか写真を上げるところだよみたいに、アップするとこだよって言われてたけど、今なんかね、リール動画みたいなのもいっぱい流れてるし、あれだと私の場合あそこに上げちゃうと YouTube に上げるもんなくなっちゃうじゃんと思うんだけど、そんなことないのかな。なんかやり方がまずわからない。 YouTube もそうなんだけど、 YouTube も Facebook も、Twitter も全部友達が全部アップしてくれたのね、初めに。だからね、よく分かってないのよ。 Facebook もそうだし、なんならブログもそうだ。昔書いてたブログなんかもお友達がこうアップしてくれて、そこに書き始めたっていう感じ。もう全然やり方が分かってないから、やり始めるとね、その中では動けんだけどもうちょっとね、インスタは見たい人のところにお気に入りに入れてるのに、その人のところにとどまれないってどういうことよって感じなんで。小太郎さん、ちょうど今サッシさんからメールの返信ありました。なのでこれからサッシのメールを見るので一旦離れます。はい、ありがとうございます、小太郎さん。サッシさん、メールとかでつながってる間なんだね。なるほど。じゃあ小太郎さんはグアムにもよく行くっていうことかな。サイパンはそのついでかな。まあグアムの方がね、やること多いと思うからね、いずれにせよ。なるさんはね、もうすぐ何もないサイパンに来るけどなんかね、足りないものとかあっても、前よりは買えるな。買える。ちょっと足りないものとか、昔のサイパンだったらもうなんかちょっとなんか足りないと思ったらもう絶対に買えないから諦めるしかなかったの。でも今は意外とガラパンにいればひまわりとか、あと金八の中にもいろいろちょっとした薬とかそんなものは売ってるから、昔は本当に買えなかったから、なんかうわーって思う。お金さえあれば。だからサイパンは、グアムなんか特にだけど、サイパンもまだ過ごせるっていう感じかな。そういえば思い出した時に言っとかないと忘れちゃうから話がパンパン飛ぶんだけど、今日ガラパンのね、スーパーにいつもなんか寄ってる、ちょくちょく寄るスーパーだったんだけど、最近寄ってなかったのかなって私自分でも考えたんだけど、いきなり店の中がなんかスーパーって感じじゃなくて倉庫みたいな状態になっちゃって、
なんだろう、荷物が増えたのかな、オーナーが多分変わったのかな、なんかめちゃくちゃ暗い雰囲気のスーパーになっちゃってて、ちょっとびっくりしたんだけどね。ガラパンにほんと近いところだから、なんていうスーパーなんだろう、あそこ。結構お客さんも多い場所なんだけど、私はもう仕事帰りにはだいたい寄っていたスーパーで、意外と小綺麗な感じだったんだよね、中がね。それがね、コストコの暗いバージョン、早く言うとコストコ暗いバージョン、狭いバージョン、ちっちゃいスーパーだからね。ちょっとびっくりしちゃった。なんかコストコ風にこう倉庫みたいに店の中がなってて、でめちゃくちゃ暗い雰囲気になってたから、何があったんだろうな、あれ。多分オーナーが変わんないとあそこまで変わんないと思うんだけど、ちょっとびっくりしましたね。なんかこう方針が変わったり、この不景気でなんかそういうことがあるのかなって。この不景気でもね、ああいうスーパー、野菜や肉とか何でも揃うようなお店っていうのはね、意外とお客さんが減らずに頑張っていけるお店の一つだと思ってたんだけど、思ってるんですけど、どうなっちゃったのかなって、ちょっと雰囲気悪くなっちゃったからナインティナインにしようかなって思った感じ。なんか暗い雰囲気でちょっと嫌だなと思ったんですよ。店の名前忘れててよかったかもしれないね。言っちゃったらよくないよ。よくない。で、あれなんだっけ、何話してたっけ。さっきすっ飛んだな。そうチャランカノアに行って、あっちにも行ってって話をしてたんだよね。ちょっと待ってね、水飲もう。ちょっとお待ちください。すいません。そんでね、何だったっけな、どこまで話す、チャランカのハートありがとうございます。どこまで話したっけな、話がすっ飛んだ。じゃあ今日のステーブルコインにちょっと話をいこうかな、一回ね。最近サイパンの新聞で本当にね、ステーブルコインの話題が毎日のようにやってる日はね、土日はやってないけど、やってる日は必ず載ってるって言っていいぐらい。これ何なんだろうなって、宣伝なのかなって。今日もね、サイパン知事が、ステーブルコインが、売られますみたいなで、応援してますみたいなことを言ってたのを、わざわざそこに持っていくんだって感じだったんだけど、結局はまだ裏付けがあるわけではないんだよね、ステーブルコイン自体の。で、連邦政府はこれ OK ってまだ言ってないし、で今話題になっちゃってるのが、大きいし、大手は書いてないけど、小さいコイン雑誌とかには結構このステーブルコインの話が結構載ってるんですよ。
ネタ的に載ってるっていう感じかな。なんかね、アメリカのワイオミング州もこういうステーブルコインを出すって言って、まああっちは本土だからいろんな規制がかかってて、実際本土の、連邦法にのっとってやってるから、まあ、時間もかかってるんだと思うんだけど、それがね、ワイオミング州の方が結局は今んとこ遅れを取ってるんじゃないのっていう、ちょっとねネタっぽい感じでどこのコイン会社もちょこっと書いてるのね。で MUSD っていうコインの名前らしいんだけど、テニアンのコインは本当に本気で進むつもりなのかなって思うし、ちょっとね、もう売り出しましたよぐらいのこと書いてあったのかな、確か。でも結局はドルに対して1対1じゃなきゃなんないから、テニアンってそんなにお金あんのかなって思うし、でもただ今買ったとしても値上がりするものとかではないから、結局まあ認められたのはテニアンの中で認められただけであって、テニアンサイパンの中で認められただけであって、今使えるところはサイパンとテニアン、サイパンでも使えないと思うけど、テニアンの中では使えるのかな。そういうようなコインだから、もう先走りして投資目的とかで急がない方がいいと思うし、いつやめたってなるか分かんないしね、もちろん。でオンカジがすごいよね。オンカジがなんかね、ちょっと前のマリアナスバラエティで2万ドルって書いてあったんだよね。値段が2万ドルでオンカジを始められるって書いてあったのに、なんか今日調べたらだんだん上がってんの。2万5千ドルの2万5千ドルの、なおかつどこだっけ、どこに書いてあったっけな、こっちか。リボルビングファンドまでいるって書いてあったんだよね。5万ドル。リボルビングファンドっていうのは結局カジノを運営する、大カジを運営するために使う常時維持される必要証拠金みたいなもので、返金されないもので、5万ドルはずっと預けててくださいよってみたいなもの、それがいるとか書いてあったし、あと初期デポジットが1万ドル、あ、違う、10万ドル。すげえ高いと思ったんだから、そんなもん書いてなかったのになって。なんかね、だから申請料が2万5千ドルの、デポジットが10万ドルの、リボルビングファンドが5万ドルがいるって書いてあったから、結構かかるなって。それに毎年でしょ、なんかこの2万5千ドルっていうのはね、リボルビングファンドにしたって5万ドルはずっと返金されないし、デポジット10万ドルって言ったって、まあ何にせよやめたって言われたら全部終わっちゃうし、ちょっとびっくりする値段だったよね。まあカジノって考えたら、オンカジとかって普通に考えたら始めるのにこのぐらいはかかるんだろうと思うけど、何も裏付けがない状態でこんだけ取りますよっつって、はいスタートって言われちゃってるわけだから、今本当にやっていくのかなって。で結局今宣伝してる人たちが政府の人たちであったりするわけなんだけど、
辞めましたもこの人たちが言うと思うんだけど、そのタイミングも分かんないじゃない。これからトランプ大統領が、今日もなんかトランプ大統領なんか言ってたよね。まあ、EU との関税交渉の方が忙しいかもしれないけどね、こういうものよりでもどういうふうにトランプさんが今忙しい間にこうガガガガって進んで、もう売り出しますよ、はい、オンラインカジノもスタートしますよって言って、はい、申し込んでくださいって書いてあったけど、実際なんか 10人10個だけとかって書いてあったかな、10カンパニーだけみたいなことが書いてあったような気がするんだけど、ちょっとこれ確かじゃないけど、それにしても今決めたとしたってね、7月トランプさんがちょっと忙しいのが終わったなっていう頃には、このステーブルコインの話が OK かどうかっていうのが出てくると思われるじゃない。それがダメっていうことになったら、ただいまって小太郎さんお帰りなさい、サッシーさんとのメールを知ってる仲なんですね。でもメール今時メールLINE とかかなそうそう、だからね、これで今だから投資する人を結構募ってるんだと思うんですけど、ちょっとね、みんなね、冷静に考えようねって感じだよね。ほんと冷静に考えないと、いつ辞めたって言われるか。これ前にもあった話だから、実際に。で、政府の人たちは一切責任は持たないから、そんなのね、持つ必要性もないんだっていうことになると思うからね、その自己判断だっていう状態になるから、ね、アメリカ連邦政府の私がこうファンってついた時点でやっても遅くもないと思うし、その方が確実だし、ね、だって今の状態ではテニアンの中では使えるし、テニアンの中の人何人いますって2000人って今ね公表されてますね。2000人の中でオンラインカジノどうする、そういう状態になったらって感じだよね。だからね、だって他のコイン会社とかがこの記事を取り上げてるのを見たら、ほぼほぼおちょくりで書いてんだよね。2000人の島がアメリカ初のステーブルコインやるのみたいな感じで書いてあるし、マジで言ってんのって感じで書いてあるから、でワイオミング州っていうのはもちろん小さい島じゃない、小さい地域だけど本土であって、本土でもあるし、5、6万人かな。それでもサイパン昔5、6万人ぐらいいたよね、いい時期、良かった時期にはそのくらいいたんじゃないかな。多分5、6万人ぐらいいたんじゃないかな。縫製工場もあったし、雇用がいっぱいあったよね、その頃はね。小太郎さん、グアムにも行きますが、もともとサイパン推しです。10月に行きますが、18回、19回目ですよ。そうなんだ。グアムにも行くし、サイパンにも行く。すごい。サイパン推しですか。ありがとうございます。サイパン何もないけどね。10月に来るんだ。この間、誰か11月って言わなかった？誰か。誰が11月って言ってたよね。忘れちゃった。10月にサイパンなんですね。
まだ日本はもうあったかいっていうか暑いの？もしかして寒くはないかなっていう感じなのかな、もしかしてそういう時期かな、そういう時期かもしれないよね。10月っていうと日本は寒くなる？いやいや、秋だよね。いや、秋だよね。10月は秋だよね。秋だから寒くもなくいい時期だよね、10月って。もう11月の後半とかに日本に帰るともう寒いなっていう感じがいつもしてたから、11月の後半ぐらいから3月ぐらいっていうのはもう寒いっていうイメージがあるんだよね、日本は。前はね、前は10年以上前はもう毎月日本に帰ってたんで、あれだったけど、何にも不便をサイパンに感じたことがなかったけどね、やっぱ帰れなくなるとね、もう不便だらけだなって思いますね。帰れない、お金がないっていうともうサイパンって最悪って本当に思うようになりましたね。お金がある時は昔はね、お金があっても不便だなっていう感じの島だったんですよね、サイパンって。何も買うものもない、こともできない。今は100均みたいのもできたし、100均って便利だもんね、本当に便利だと思うんですけど、もっとね、ダイソーさんとか来てくんないかなと思うんだけど、こんな小さな島には無理だろうなって思いますね。小さいっていうか人がいない島、結局はね、マーケット能力がないから、そういうとこにはねやっぱ来なくなっちゃう。大きいなんだっけ、チキン屋さんの美味しいのもあったし、なんかちょっと変わった感じの、ケンタッキーじゃなくてフィリピンのチキン屋さんとかも来たりしてたけど、結局フランチャイズとかね、みんななくなっちゃうんですよね。売り上げが到達しないんでしょうね、きっと。今フランチャイズであるのケンタッキーぐらい。マックがあるか、マック、天下のマックがあるね。天下のマックはあるけど、あとないよね。デューティーフリーもないし、消えたし、ほんとなくなったよね。昔その昔の時代は本当に何にもないっていう時代があったらしくて、その時代は金八さんぐらいしかなかったらしいんですよ。その時代には私は、来てないんですけど、全然。でも金八さんがあったっていうのは、金八さんのレストランの中で写真で見た覚えがありますね。ポツンとねやってるみたいな状態。あと何にもないみたいな、ビルが何にもない状態。今ビルはいっぱいあるけど中身が空っぽっていう状態だから、ガラパンの中がちょっとどうせだから今ガラパンの中の状態を映しとこうか。ちょっと待ってね。ガラパンあるよな。なんかね、動画を削除しちゃって、これもそうなんだけど、ちょっと待って、動画をいっぱい削除し、お掃除してていろんなものを削除しちゃったんですよね。ちょっとね、この辺からでもいいか。ガラパンもね、今ガラガラ、本当に全然テナントが入ってない。グアムはね、それでもこ
ガラガラといっても人がいないだけで少なくなっただけでテナントとかは入ってるじゃないですか。そういうとこがちょっと違うかなって思いますよね。なるさん、グアムかグアムかそのグアムかっていうカーは何だろうな。カーは何だろうな。カーは何だろうな。なんだろうな。グアムかーってなんじゃん。周りはグアム推しなんでさ。あ、そう。やっぱりね、そりゃそうだよね。サイパンとグアムどっちがいいってことになると、やっぱりお買い物もできる、やっぱりデューティーフリーとか海外に行った時のやっぱり一つのポイントだからね。それがないからね、グアムあ、でもあれ、なるさんグアム経由で来るんだよね。グアム経由だよね、確かね。だからお買い物はできますよ、グアム空港で。グアム空港でできて、だから先に買ってサイパン入りって感じになるんじゃないかな。だからお買い物の心配はないんじゃない。重くなるほど買わないでしょ口紅にリップ一つ買ったってそんな重くないよ。大丈夫大丈夫、きっとね、きっと大丈夫。リップ一つ買って、あとは何買うのか分かんないけど、グアムの空港にいっぱいなんかあるんじゃないかな。買えるようなところありますよね。小太郎さんが知ってんじゃないかな、グアムの空港は。多分お買い物できるところきっとあると思うから、その辺で買って。サイパンでは何も買うとこがないから、それは諦めてください。今回のこのステーブルコインは、出すって決まったらしいから、もう決まったのは決まったけど、どこで使えるかって問題で、今はテニアンの中だけで使えるって、本当に使えるんだか分かんないけどね、テニアンの中でも発行されたのはされたんで、それが今の状態で言うと、だから町内会のお祭りで使えるコインっていう状態だよね。御火事も今はテニアンの中だけでやれるっていう状態だよね。まだ開いてないみたいだけど、御火事は。もう問題はとにかく場所、御火事の場所、サーバーがどこにあるのかっていうのがまずめちゃくちゃポイントになってくると思うし、それで連邦法をくぐり抜けられるのかって。で、連邦法をくぐり抜けるためにスティーブルコインを出してるわけよね。なんだっけ、テロとか、なんだっけあれ、マネロンの温床にならないようにって言って、結局はそういう振り
振りって言っていいのかなんて言ったらいいんだろう。ステーブルコインになったからってそれがなくなるわけじゃないんだけど、マネロンがなくなるっていう確約はないんだけど、ステーブルコインにしなければ US ドルでは送金もオンカジに対して送金もできなければ受け取ることもできないから、アメリカの銀行を使っちゃうと連邦法に銀行が違反になっちゃうから、もうその時点で銀行がアウトだから、クレジットカードとかなんとかでやろうとするとそのカードがストップとかそういう風になっちゃうっていう状態がもしかしたら起きる状態があるわけよ。アメリカの法律でもうダメなわけね。アメリカの銀行に送っちゃいけないっていう、カジノのお金を送っちゃいけないっていう法律があるから、簡単に言うとね、だからそこがねクリアするためにスティーブルコインを出したんだと思うんだけど、そのスティーブルコインもどうなのよっていう。だから今日新聞に載ってたけど、サイパン市長ビットコインのようなとかって言っちゃってたからね、ちょっとビットコインのようなって言っちゃいけないよね。ビットコインは完璧に投資だからね、投資になっちゃったらアウトだから、投資目的のコインじゃないためにステーブルコインを作ったはずなんだけど、多分ねブロックチェーンっていうことを言いたかったんだと思うんだけどね、ビットコインのようなって言ってたよね。ちょっとお茶目。あんまりそういうことは知らないからとも付け加えてたから、多分ただお茶目なだけなんだと思うんだけど、ビットコインのようなコインでって、それが頑張ってほしいみたいなことを言ってましたね。成功した時はね応援してた方がいいかもしれないけどね、成功しなかった時にはちょっとどうなっちゃうのよって感じだけどさ、周りが世界的に見てまだ大手メディアは取り上げてないから本気じゃないのかなって思うし、コイン関係のメディアはちょっと取り上げてるところはあるんだけど茶化して書いてんだよね、みんなね。本気でやるのかみたいな題名。2000人の島が世界初になるのかみたいな、なんかねちょっと茶化した感じの書き方してるところしか見えなかったね。ちゃんとした感じで書いてるところはなかったかな。そんなもんだと思うけどね。でもこれが本当に本気でできちゃったらすごいけどね。本当にできちゃったらっていうのが、オンカジがだからどこまで制限なくできるようになるのか。日本ダメでしょ。だって日本はやっちゃったら犯罪になるからまずダメ。フィリピンは OK か。フィリピンの人たちは OK。中国ダメ、韓国ダメ。だからみんな結局はアジア圏はダメだよね、意外とね。だからアラブの王様とかあっちの人狙いでやるのかなって感じ。中東の人とか、ヨーロッパもなんか規制があるところがあるんだよね、確か。この先今トランプさん本当に今情報でEU とますますよろしくないでしょ。
50%の関税でしょ。またこれも90日延長しますとかってなりそうな予感もあるんだけど、どうなのかなって感じですよね。今日ね、とあるとこに行ってね、相談をしたんですけど、今の現状っていうか、警察のこととか、それでね、全部書面にしてあったんですけど、実際にそういう人と会ってこう話するっていうことになると、聞かれると「で何なの、どうしたの?」とかって聞かれると、なんか言葉がまた止まっちゃって出てこなかったですね。喋るなんか説明が「で何がしたいの?」って言われると「私何したいんだっけ?」って思うようになっちゃって、今日そういうところに3カ所ぐらい行ったんですけど、自分がこう説明をしなきゃいけない場所に3カ所ぐらい行ったんですよ。説明が何にもできなくて固まっちゃって、ちょっとね、何やってんだろうって、何してんだろうって本当に思った瞬間がいっぱいありましたね。普段からね、やっぱりね、喋っておかないと、言葉のボキャブラリーだけでなく、なんか何を喋っていいのかが、何を説明していいのかがもう分かんなくなって、こう書いてあるこう紙を渡すしかできないっていう、なんかね、そういう情けない状況に陥りましたね。あともう一つ、前にちょっと感じたことがあるんですけど、今日感じたこと、前に警察官が来た時に、通訳の人も刑事が来た時に通訳の人も一緒に来たって言ったじゃないですか。その通訳の人がもうなんかでたらめな通訳をして、ちょっと偉い目にこっちはあったんですけど、今日ね、こういう通訳の人いるじゃんって、この間会った通訳さんはね、すごい良かったんですけど、今日ね、久しぶりに会った人、昔子供だったんですけど、こういう人たちがいるじゃんって、こうサイパンで育って、だけど日本の環境も日本の家族関係の中で育って、日本語も堪能で、若い時に日本にも行ったりしててっていう、そういう人がいることを本当に忘れてましたね。もう本気のバイリンガル、ちょっと考えても英語で頭の中考えちゃう感じなんだけど、でも日本語も堪能。にゃにゃどうしたの？どうしたの？ちょっとごめんなさい。にゃにゃどうしたの？にゃおじゃない、ゴロにゃん。ちょっとにゃにゃが狂ってますね。あら、どうしたのかしら。すごい狂っちゃってますね、今。うちの子はね、男の子なんですけどね。また話飛ぶけど、猫ってなんか、猫ってこう全部ご飯とかを、坂上動物王国とか見てても、猫ちゃんにご飯あげて、そのカップの中からきれいにご飯食べちゃうっていう印象しかなかったんですけど、うちの猫めちゃくちゃ散らかすし、キャットフードを噛み砕いて小さくなったのは、半分にしちゃったのは食べない、そういう状況が起きるんですよね。私、人の YouTube を見ててもそういう映像がないんですよね。猫ちゃんの映像見て、
猫のご飯の食べ方とか見てもちゃんと食べてるのに、なんでうちの子はダメなんだろうなって、なんか汚いんですよね。周りに散らかるわ。ご飯入れ物の中に半分ぐらい食べたら半分ぐらいだから、そのまんまポッとくっていう感じなんですよね。小太郎さん、サイパンの方が断然ご飯が美味しい海と砂浜が綺麗です。ああ、そうなんだ。グアムのが、高いしね。グアム高いって、この間もね、グアムの人がサイパンに来てたんですけど、なんでサイパン来るのって言ったら、お友達もいるからって言うんですけど、サイパンのが断然安いとかって言ってましたね。サイパンの方が安いから気兼ねなくどこでも行けるとか言ってました。そんなって思うんだけど、サイパンの方がご飯が美味しいんだね。砂浜が綺麗なんだ。砂浜グアムも綺麗じゃない？そんなことない？ご飯よく美味しいって聞くよね、サイパンの方が。グアムのが雑なのかな。でも同じような材料は同じものが多分届いてると思うんだけどね、サイパンもグアムも多分きっとそう思うけど、値段はね、だ倍とかするとこもあるって言ってたよ。ちょっとびっくりな値段取られるって言ってたから、時給がね3ドルぐらい違うのかな、最低賃金にしても3ドルぐらい違うんじゃなかったかな。だからその辺でね、やっぱ違いが出てくるし。小太郎さん、グアムのご飯は高いですよってね。高いって聞くよね。昔からサイパンとグアムを比べたらやっぱりグアムの方が高かったけど、でもグアムの方がやっぱり物も売れたもん。やっぱり物もね、グアムの方がバンバン売れるし、それだけ人がこう来てるっていうことでもあると思うし、島の中にも人が多いってことだと思うのね。ちょっと待ってね、ちょっとお待ちください。お水飲みます。すいません。グアムのご飯が高いですよってね。今現在でどのくらい高いかはね、私にも分かんないんだけど、最近行ってないから。でもみんな高いって言うよね、グアムの方が。でも種類もグアムの種類っていうか、なんて言ってたっけな、カプリチョーザがあるとか言ってたかも。サイパンにだってあったよって言ったんだけど今はないけどね。サイパンにはもうカプリチョーザもなくなっちゃったね。あとトニーローマだっけ、トニーローマ、隣にあったのトニーローマだったかな、忘れちゃったけどね。そういうとこもサイパンにもあったんだけどね、もうなくなっちゃったね。
でグアムはそういうところがなくなったって聞かないよね。いくら暇になったと言っても、だからサイパンの日じゃないんだよね、暇になってるっていうところが。サイパンとはちょっと違うんだと思うんですよね。なるさんこんばんは。重くならないでください。なるさんこんばんは。重くならないでくださいって言われてますよ。グアムでグアムでお買い物ね。グアムでお買い物が重くなるらしいですよ、太郎さん。やっぱりね、若い女の子たちにはね、ちょっとサイパン暇かもしれないけど、まあね、やっぱりあれかな、ブランド品とかかな。ブランド品とかを買いたいってことかな。そういうことになるよね。ナムさん、買い物が DFS。 なんじゃそれ。買い物が DFS。 買い物が DFS。 DFS ってデューティーフリーだよね。デューティーフリーのことだよね。そうだよね。DFS デューティーフリーだよね。いいんだよね。ちょっと混乱しちゃった。デューティーフリーはDFS だよね。違ったっけ。いいんだよね。間違えてないよね。ブランド品とかが買いたいのかな。なるさん、そうです。そうです。そうです。デューティーフリーでブランド品が買いたいの。グアムによるから、じゃあグアムで買ってください。ね、グアム経由だと買えるじゃん、グアムで。ね、大丈夫だよ。グアムで買えるから。化粧品だけ、化粧品だけなら空港で買えるじゃん、グアムの空港で。あれ、サイパンの空港の中にもデューティーフリーなくなっちゃったのかな。いや、どうなんだろう。サイパン空港の中もデューティーフリーなくなっちゃったのかな。そこ何やってるんだろう、なくなっちゃったら。デューティーフリーがない後って何があるんだろう。知らないな。最近飛行機に乗ってないから。最近って何年もだけど、何年も飛行機に乗ってないから分かんないんですけど、もしかしたらサイパンの空港の中にもデューティーフリーが消えちゃってる可能性はある。昔はね、サイパンの空港の中にマッサージまである状態だったのにね、そういうのもなくなっちゃってるんだろうな。なくなってるよね。ガラパンにもないんだから。ちょっとね、何もなくなりすぎなんだけどね。でもひまわりと、あとちっちゃいスーパーがあれば私には事足りるんだけど、ひまわりで買いたいものはマヨネーズ。でもね、最近キューピーマヨネーズ結構こっちでも売ってんだよね。山の方でも。前は
ひまわりにしかないみたいなものが今は結構あっちこっちに出回ってて、ちょっと便利にはなってきたんですけどね。ソースとかブルドッグソース、あれブルドッグじゃなかったな、見た目ブルドッグだったけど、見た感じブルドッグソースだったんだけど、ブルドッグじゃないわ、ちょっと今思ったんだけどブルドッグソースを買ったつもりでいたのにブルドッグソースじゃないかもしれない。なんとなく今そんな気がした。喜んで買ったんだけど、ソース好きなんですけどね。あれなんか変なとこに引っかかっちゃった。今ブルドッグソースに引っかかっちゃった。なるさんのここブランド品売ってるんじゃないかな。デューティーフリー、元デューティーフリーの隣のビル、ARC って書いてあるところ、何のブランド品かは分かんないけど、化粧品は売ってなかったような気がする。バッグは売ってたと思う。ブランドの化粧品はないかな、多分。化粧品を買いたいんだね。やっぱ20代とかだとそうなるか。そうなるとやっぱりグアムだよね。自然を求めるっていうとやっぱご年配になっちゃうのかな昔みたいにね、なんだっけ、リタイアメントを出せばね、またいいのにね。サイパンもうそういうのを出さないとサイパンに人が集まらなくなっちゃうよね。若い子がやっぱり若い子を呼ぶし、若い子が活気をつけてくれる。もう私たちの年代の人がもうどんどん昔は若かったけどどんどんね年取っていっちゃうから仕方ないことなんだけどね。グアム行きたいのかな。グアムになっちゃうよね。ナルさんもグアムとサイパンで悩んだんだもんね。対抗したんだっけ、お友達と。でサイパンが勝ったんだもんね。グアム圧倒的ですグアム圧倒的ですよ。グアム圧倒的なのにサイパン来るんだねまあそれも面白いよね。グアム圧倒的なくせにサイパンに来ちゃうという面白い現象が起きてるっていう状態で。ちょっと待ってね、少々お待ちください。ちょっと待ってね、少々お待ちください。グアムが圧倒的なんだ。グアムが圧倒的なのによくサイパンくれるようになったね。ナルさんパワーが強いのかな、3人の中で。普通多数決とかになったらグアム圧倒的だったらグアムになっちゃうんじゃないの。
パンになって、今回今回はです今回はです今回はですか、ちょっとわかんない。今回はサイパンっていうことかな、多分。きっとそういうことだよね。そういうことだよね、きっとね。グアムの方が本当はいいってことかな。あれ、小太郎さんは10月ですか？10月って言ってましたね、さっきね。もうリピーターですよね、めちゃくちゃ。18、19って言ってましたよね。18回目か19回目。超リピーター、小太郎さん。リピーターの人が多いですね、うちに来てくれるね。リピーターか、1回だけ来たことあるとかっていう人、それかサイパン行ったことないっていう人もいたな、そういえば。小太郎さんは10月って言ってましたね、秋。これつまんないね、もう。ちょっと待ってね。動画を探してるんだけど、消しちゃったのかな。違うやつをちょっとつけてみようか。あれ、これじゃないな。これからパンの中だけどね。これからパンの中ね。本当にどうなっていくのかね、これで。ステーブルコインとオンカジが変な風に終わんなきゃいいなって思うんですよ。変な風に終わったりするとまたイメージ悪くなるじゃないですか。どういう風に進んでいくのか、本当注目どころですよね。成功すれば、サイパンも潤うのかな、わかんないけど、テニアンが成功すれば潤っていくのかなとも思うんですけど、ちょっとね、コインやなんかのメディアを見てると、そう簡単にはやっぱりいかないことなんだろうなって思いますよね。連邦法、やっぱりアメリカの一部であるっていうことが一番、連邦法を守んなきゃいけないっていうところが一番の問題なのかなってやっぱ思いますよね。だからそこがどういうふうになっていくのかなってやっぱ気になるところです。あ、タカさんこんばんは。やってます。やってました。タカさんはどういう人なんだっけね、忘れて。どういう人なんでしたっけ。これはチャランカノじゃなくてススペの方ですね。ススペの警察とかの方の場所が今映ってますね。
観光客のね影が見えません本当に。タカさんはどういう人なんだろう。あんまりお話ししたことないかな。これがここススペのからガラパンに向かう方向。トレーダーなの？トレーダー暇です。暇です。暇なんだ。トレーダーは忙しいんじゃないのかな。パタパタチャートを見てなきゃならないから100今日上がってるんですよね。ここを過ぎてここドル円ここを過ぎて上がってっちゃうと上上がってっちゃうのかなって感じですよね。150円150円1回行かないと下がれないのかなって。ここ下がってくれれば今いくつぐらいなの？ちょうど下がるかどうかのところですね。144円50あたりで下がんないのかな。今日のニューヨークで下がんないとしたら上に突き抜ける形にもなっていきますよね。暑い、めちゃくちゃ暑い。あれ今日は最近はじゃあトレーダーさんだと最近はトランプさん相場で大変なんじゃないですかね。どうですかね。トランプさん相場で慣れてる人はねいいかもしれないけど、トランプさん相場って意外と儲かりそうですけどね。どうなのかな。私は全くやってないのでチャートはね見たりして練習したりするんですけどね。なるさんやってみたいけど怖い。投資やってないのかな。みんな結構ねやってる人やってるんで。ニーサで偉い目。ニーサ株はどうなの今。偉い目かな株。でもそんなに買ったところぐらいじゃないの。みんなこの辺の3万8000円とかのあたりで岸田首相口が回んない。岸田総理の頃にねニーサ買えって言われてた頃の値段がこの辺じゃなかったっけ。3万8000円ぐらいじゃなかったっけ。で一時期ガーって上がった時にどういう仕組みなのかニーサがよく分かんないんだけど、やっぱ買って売るっていうことでしょ。どういう仕組みだかねよく分かんないんだけど、あれもだから高くなった時に売り抜くっていう感じでしょ。投資だから
てのようなもの、ニーサって積み立てのようなものなの？なんかね、みんな買えとかって言ってたでしょ、岸田さんの時に、岸田さん状態の時に。その頃がだから3万8000円以下ぐらいの時だったから、結構儲けが出た人が多いんじゃないのかなって思ってたんだけど、そんなことないのかなそういうバブルが日本では起きてるのかななんて思ってたんだけど、そうでもない。そうでもないのかな。そうなんです。なるさん、そうなんです。またそうなんですって出たな。ねえ。いや、一時期なんか、だからそういう株みたいな、ニーサみたいなので、バブルみたいな状態になってた人も多いんでしょ、日本は。アメリカもそうなのかな。アメリカの人なんかもやっぱり貯金はしないで、そういう、株とかにする人の方が多いっていう話はね、よく聞くけど、今時はわからないけどね。ニーサで偉い面ってやっぱり、ニーサとかはやっぱり国がこう推奨してたりしてたから手が出しやすかったのかな、ね、自分で株買ったりなんだりするよりは気が楽っていうか楽に入れるところだったのかな。金利がねやっぱり安いからそういうのにね目が行くよね、きっとね。投資はね、手にあるのこれカジノにしても何にしても投資はね気をつけないと。本当に手にカジノがあって、この間ね本当見た時にはね2万ドルぐらいで、だからテニアンカジノのオンカジの権利が買えるみたいなことが書いてあったと思うんだけど、今日調べたらいきなり上がってたからちょっとびっくりです。2万ドルぐらいでねやれるとなると、オンカジのオーナーになれるとなるとやってみようかなって思う人も出てくると思うんだけど、初めの投資金額が10万ドルプラス5万ドルプラス2万ドルプラス5000ドルって書いてあったから、結構な値段じゃんかと思って、お金持ちにとってはねそのくらいかけてオンカジができるっていうんならやるのかもしんないけどね。でも今だと漏れなく手に案内だけでしかできないオンカジになっちゃうから、もうちょっとね連邦のお返事を待った方がいいと思いますよ。10人だけとか10会社だけとかって書いてあったからね、どうなのか本当のところは分かんないけど最近ね何にしてもちょっとね透明性がなくなってきて、もともとだと思うんだけど、昔はマニャガハ島の入札でも何でもこの会社とこの会社が入札しますよっていうことをちゃんと言ってたんだけど、そんでどこが勝ちましたとか言ってたんだけど、最近ねそういうのがひた隠しになっちゃって、いきなり入札がこの時にありました、はいこの人が決まりましたっていう発表の方が多いから、ちょっとね何なんだろうなって思うことの方が多い感じですね。ア
雨降った時だけど金曜日かな、土曜日か、土曜日雨降った時ですね。ちょっとだけ、この雨以降もう全然ないですね、雨が。全くと言ってるほどない。本当ね、カラッカラですね、体感。少し雨降んないと、なるさんがね来るときは晴れてね、でその後かな、その後でなるさんが来る前と帰った後にザッと降ってくれるっていうのが一番いいですね、今の時期だとね。晴れがいいですねって。そりゃそうだよね、晴れがいいよね。小太郎さん寝たでしょ、もしかしてね。なるさんが急に問いかけにも答えなくなっちゃったから、多分寝てますよね、小太郎さん。いつものように睡眠チャンネルになったかな。何時？日本は11時、12時？もう12時なんだ。早っ。ちょっと待ってください。コーヒー飲みます。最短は1時ですね。最近のだからマリアナスバラエティで政府の方が発言するのがカジノとオンカジのこととそのステーブルコインのことが多いから、宣伝なんだろうなと思うんだけど、宣伝の一環としてやってるんだと思うんだけど、みんなねよく考えてからだよね。今まだステーブルコインはとにかく投資性を持つものではないから、投資性のあるものであってはいけないものだから、ね、よく考えてくださいね。焦らず。そんでコインがあるわけじゃないからさ、サイパンダコインみたいにね、そういうものではないので、そういう特性のものではないし、ビットコインみたいなものでもないし、対1ドルっていうことだから、手を出す前にはよく考えてくださいね。そんな感じです。1時になったので、そろそろ今日はお休みしようかなって感じですね。今日もなるさん、たかさん、小太郎さん、梅さん来てないね。ナバルさん、ありがとうございます。そして皆さんありがとうございました。もしよかったらね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。今日またガラパンの本当動画出せなくてすいません。今日パソコンのお掃除もちょっとしたんですけど、その時にねいろんなものなくしてしまったんで申し訳ない。また明日ちゃんと動画を上げたいと思います。それでは失礼します。おやすみなさい。